さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、もうとろけるかぼちゃのチーズケーキ、こちらご紹介したいと思います。最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、これ今日使う型なんですけど、15センチで底が取れるやつですね。こんな感じで取れます。で、底と側面に紙を引いて用意しておいてください。はい、これかぼちゃなんですけど、これ種取った状態でグラム測ってください。で、柔らかくしたいんでラップでちょっとくるんでもらって、でこれをレンジで加熱して、その後皮を取っていくっていうのをやっていきたいと思います。こんな感じです。はい、これ加熱してちょっと少し冷ましときました。でこの皮はいらないんで皮を剥きたくて、硬いうちに剥いてもいいんですけど、これ加熱して、甘くした方が皮も剥きやすいんで剥いていきます。はい、これ皮剥いたやつですね。熱いうちにどんどん剥いて、こうやってほぐして、ここに砂糖を全部一気に加えます。でここでしっかり混ぜてペーストっぽくしといてください。はい、これしっかり加熱しているので柔らかいので、泡立て器でこうやって混ぜるだけでどんどんペーストに滑らかになっていきます。だから裏ごしする必要ないですからね。はい、そしたらこの後クリームチーズですね、もう一気に入れちゃいます。はい、これどんどん混ぜていってください。かぼちゃはあったかい状態で、クリームチーズは常温に出して柔らかくしておいてくださいね。そうするともう混ざるの簡単に、こうやって混ぜてるだけで簡単に混ざっちゃいます。はい、クリームチーズ滑らかになったら、ここに卵一気に入れます。はい、卵入ったらもう混ぜすぎとか全然ないんで、もうしっかり混ぜてください。混ぜない方が失敗しちゃうので、混ぜすぎるぐらいで大丈夫です。もう泡立ったりもしないんで。はい、今こんな感じです。このぐらいしっかり混ぜてください。でこれ混ぜてる途中に混ぜ残しとかがあるので、必ずゴムベラで下の方とか側面こうやって払ってくださいね。じゃないと塊残っちゃうので。でふるっておいた粉を加えます。これもうただ混ぜるだけです。何も考えずに。はい、綺麗に混ざりました。そしたら生クリームですね、加えていきます。生クリーム入れたらこう真ん中から、どんどん混ぜていっていくと、こう最後広げていってもらって全体を混ぜてください。でこの後ゴムベラでちゃんと周りも取ってください。もう簡単に混ざります。ほらこんな感じです。あとはもうこれ型に流して焼いていくだけです。はい、これ必ずオーブン予熱しておいてください。で湯煎焼きするんですけど、これって型底が取れる型なんで、直接お湯入れると染みてっちゃうので、側面にこうやって入れていきます。あとこれみんなが見えるようにやってるんですけど、お湯入れるのはオーブンにこれはめてからで全然いいですからね。でお湯入れてもらって、焼いてる時間またお湯なくなったら足してください。でこれを刺して焼いていきたいと思います。さあ焼けました。いい感じです。見てください。プルプルです。まだこれぐらいで出してください。はい、これ冷やしたやつなんですけど、型外していきます。
さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。これ柔らかい、うまっ。これうまいね。めちゃくちゃ滑らかなんだけどうまいよこれマジでうまいね。さあこれポイントのおさらいですね。これ完全に裏ごししないで混ぜるだけでできたじゃないですか。だからもうポイントはもう超シンプルに焼くだけなんですけど、焼いてこうプルプルしてたじゃないですか。あれで出してください。でそこからが結構重要な話で、これねしっかり冷やしてほしいんですよ。で半日ぐらい最低冷やさないと中までこうね食べれる状態にならないです。で今日今食べたやつはもう1日冷やしてたんですけど、そうするとやっぱ結構ねこう締まってくる。でも全然口どけはすごいとろっとした感じになります。なので焼いたら必ず常温で1回置いといて、その後冷蔵をしっかり冷やしてから食べるようにしてください。それさえ守ればもう簡単にできちゃうので、ぜひ作ってみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。